こんにちは。ステン X 坪内和夫と申します。これから日本6史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第21回1986年は地獄というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1985年9月に西ドイツ、フランス、アメリカ、イギリス、日本の先進5カ国によって行われたプラザ合意は為替レート安定化に関する国家間での合意であり、この原因の一つには日米貿易摩擦があります。輸出産業を主体とする日本の競争力の相対的な弱体化と、当時アメリカが抱えていた財政赤字と貿易赤字、いわゆる双子の赤字を目減りさせること、さらにアメリカの貿易赤字によってもたらされる他国の貿易黒字による物価上昇の抑制が意図されました。この合意の結果、為替は直前に1ドル235円だったものが、半年後には150円程度まで円高が進行し、人通りインフレ率は低下しました。名目金利が引き下げられたことで、人々は銀行に預金を預けるより多くのリターンを期待し、不動産や株式の投資が過熱していきました。これがバブル景気をもたらしたと考えられています。しかし政策的な円高により実質的な輸出産業はダメージを受け、町工場が多数倒産します。その反面、相対的に安くなった米国資産の買い漁りや海外旅行のブームが起きます。また、円高を背景に製造拠点を海外に移す国内企業が続出しました。同時に内需拡大の掛け声とともにトリクルダウン理論のもと、所得税の最高税率の引き下げがなされ、富裕層の手取り収入が増えます。これらは現在まで通じる格差拡大と国内産業の空洞化の始まりだと言えます。1986年は山野はさんの代表作であり、鬼畜漫画の金字塔である4丁目の夕日が出版された年です。この漫画は貧乏な町工場の息子である主人公たけしが必死に勉強して東大を目指していたところが、確実に入れる一橋大に志望を変更することを同級生の資産家の息子に話すところから始まります。その後たけしは次々と家族の不幸に襲われ、大学進学を諦め必死に働きますが、最後は発狂して近隣住人を笑いながら殺害します。他方、同級生の資産家の息子は死ぬまで何不自由なく暮らします。山野はさんの漫画は一部の人間にとっては大きな救いとなります。彼の漫画混沌大陸パンゲアの後書きでは、何にも感動できなくなるほどのうつ病を患った人間が山野さんの漫画を読んで爆笑したとあります。私も同様に個人的な思い出を語るとキリがありませんが、幸いにも偶然知り合い、サインと持っていたドブさらい劇場の巻末に清ちゃんと魚の目くんを描いてくれと頼んだところ、頼んでもいないのにたかるハエまで描いていただき、大変に親切な方だと思いました。山野さんの漫画はその作風もさることながら言葉の感覚が素晴らしいと思います。混沌大陸パンゲアにおける短編の最高傑作、爽やかな夜明けにおけるお前の母ちゃんのクソだよん、貧困魔教伝ヒヤパカの荒野のガイガー探知機のそういうもんなんです。ドブサライ劇場のだからといってどうということもないのであった。また有名なところでは4丁目の夕日での工場の同僚が主人公の父親がプレス機に挟まれた事故のことを聞いた、ぐっちゃんぐっちゃんだったんだろお前の親父など、比類するものがない爽快感があります。現在はほとんどが絶版で、出版社の関係上再販も難しいでしょうが、興味のある方はぜひ古本を探してみると良いでしょう。生田耕作さんがセリーヌを表した言葉で、セリーヌが描くのは現実ではなく現実が見る悪夢であるというのがあります。セリーヌが破壊的な文体で描いた人間の競争状態は、現実を凌駕する人間存在の隠された真理を暴き、それは山野さんの作品にも共通しています。例えばなし崩しの死における主人公の親方、発明家の滑稽にすら感じられる執拗な自殺したい描写からは、自身の不遇によって抑えられない欺瞞的世界への憎悪が溢れ出ているのが感じられます。またセリーヌ本人は何の関係もないと否定していますが、後に起きる実存主義に影響を与えているということができるでしょう。さらに私が言及したいのは、仮面の画家と呼ばれるベルギーのジェームズ・アンソールの作品で、人物の全てが仮面をつけている、あるいは仮面と一体化しているという不思議なものですが、描かれているものは現実に存在する事物以外の何者でもない。
しかし人はそこに死や悪夢、様々なものを見出します。このように1986年に山野さんが描いた4丁目の夕日は、バブルで浮かれ始めた人々への直感的な嫌悪感を実存主義的というより、セリーヌのように現実が吐き出す悪夢によって表現してみせた点で天才的であり、まさに唯一無二であると言えるでしょう。また現実はアンソールのようにそれを全て等価に見、さらに等価に描くことができる人間の変性作用によって幻想へと変わります。現実が吐き出す悪夢、これはまさしく地獄ということができるのではないでしょうか。死後の世界に限らず、神を愛することができない、あるいは神の愛に良くすることができない霊魂の状態が現実において地獄であるという見解が正教会にはあるそうです。地獄は人間が欲望によって右往左往するこの現実であるとも言えるでしょう。この年、池住秀夫さんが設立した PSF から画期的なレコードが発売されます。それがハイライズのハイライズ2です。そもそも PSF レコード自体がハイライズの曲名から取られたものですが、ハイライズの存在は PSF のまさにイコンであり、そのイメージは後に日本のサイケデリック音楽として広く海外へ輸出されていきます。ハイライズはベーシストの南條朝人さんとギタリストの成田宗弘さんを中心に結成されました。その音楽性はまさしくサイケデリックスピードフリークスという言葉が当てはまります。加えてハイライズのファーストアルバムに特徴的なように楽器の歪み、さらにはその録音状態に起因するノイズすらもむしろ速度を感じさせる美しいものとして残してみせた点は、広い範囲で強いインパクトを与えたと言えるでしょう。私は成田さんとは何度か直接会って話を聞く機会があり、成田さんが制作したファーストアルバムのジャケット案なども見せていただいたことがあります。それはステンシルを使った現在認知されているものとは異なり、カラフルでポップアート色の強いものでした。いずれにせよ、ファーストアルバムのジャケットをモダンミュージック店内で自作した点からも伺えるように、ハイライズや PSF のこの時期のリリースは DIY 精神に貫かれています。これは当時のロック音楽の巨大産業化、市場規模の拡大による陳腐化に対してリアルな音楽とは何かを問うた結果だと思います。そして前述のように過剰なリアルは幻想を生みます。DIY 精神と強力なノイズに彩られたこれら当時の日本の若者のリアリティを持った音楽は、日本におけるサイケデリック音楽の一つのひな形として定着しました。そしてそれらはバブルで浮かれた日本においては反逆を意図していたと考えられるのです。それでは裸のラリーズですが、裸のラリーズにおいて地獄という言葉の入った曲は2つあります。それがどちらも80年代中頃に歌われた永遠にと通称紙切れと呼ばれる曲ですが、紙切れの歌詞は様々な曲で使われるようになります。何が望みかと聞かれたら幸せになりたいとそう答えるだろう。だけどもし幸せが手に入ったら今の地獄が懐かしくなるだろう。この曲における地獄は間違いなく現在自分がいる場所であるということが言えるでしょう。さらにこう続きます。もしも何が望みかと聞かれたならば紙切れが欲しいとそう答えるだろう。だけどもし紙切れが手に入ったならば紙切れで買えるものがきっと懐かしくなるだろう。紙切れは紙幣のことでしょう。これだけで真意を読み取ることは難しいですが、欲望によって変わりゆくものに対する違和感は間違いなく水谷さんにはあったと言えると思います。これらの歌詞はまさしく時代の変化が水谷さんに歌わせた、それまでとは違う手触りを持っていると感じられます。1986年、地獄でした。この頃、日本における経済構造はプラザ合意による国際的な金融政策の足並みを揃えることによって根本的な変化を迎えたと言ってよいでしょう。それは短期的に見れば人々に金が余っているとか、円高によって海外のものが相対的に安くなったかのような錯覚を起こし、欲望を全開にした人間が右往左往することになります。しかし実質的にはこの合意は国際的な圧力に屈し、直接的には米国の貿易赤字を肩代わりすることであり、中小企業、主に製造業の小さな町工場を多数倒産させ、大企業も製造拠点を海外に移すことで将来的な雇用の減少、現在まで通じる格差拡大の端緒となりました。この時芸術、特に漫画やロックなどの大衆芸術の中で最もラディカルなものだけが状況に対しての直接的な嫌悪を表明していたと言えるでしょう。
そしてその表現はリアルを突き抜けて幻想へと到達してしまったという点で強力な衝動を持っていました。水谷さんはこの時期から何が欲しいかとそう聞かれたらという断片的な散文を様々な曲で繰り返し歌うようになります。それは夢は理想のように独立した曲ではない分、裸のラリーズの歴史においても新たな上書きをするものであり、その歌詞に一抹の寂しさが漂うと感じられるのは私だけでしょうか。次回1987年はタナトスというテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。